皆さんこんにちは、ゆりこです。今日は北鎌倉にあるお寺の階段下に佇む昭和レトロな喫茶店に皆さんをお連れしたいと思います。とってもいい天気だな。こんな日は海に行きたくなりますよね。でも私は人混みが大の苦手。ぼっちにとって人混みはどうしても落ち着きません。なので今日はあえて新緑の美しい北鎌倉のエリアに行きます。乗るはずだった江ノ電が行ってしまいました。14分間隔なので10分以上は待つ必要がありそう。急ぐ旅でもないからそれもまたよしとしよう。とりあえず長谷駅の方に向かっていきます。やっぱり江ノ電がすでに駅にいますね。でもこうして江ノ電を撮影できたのは嬉しい。バイバイ江ノ電。ベビースターラーメンとのコラボ、本当に可愛い。長谷駅の前、電車から降りた人がたくさんいます。きっとみんな大仏に行くんでしょう。ちなみに誤解のないよう言っておきたいんですが、私は人混みが苦手なだけで観光客の方が来るのが嫌とかそういうことではありません。ただ一人で旅をする上でできれば人目を気にせずに楽しみたい。ここは長谷駅の私の特等席の場所です。ここで少し電車を待ちたいと思います。ようやく電車が来ました。前の車両は300系でしたね。一応言っておくと1960年に製造された現役で走っている一番古い車両になります。さて乗車していきましょう。もちろん降りる人が先です。私の特等席、かなりの確率で座ることができます。その理由は簡単で、長谷駅で大仏に行きたい人が降りるのと、ここの乗車位置は他の場所より目立たないからです。さあ、間もなく出発です。列車が走り出しましたね。江ノ電は平均時速 20km ほどと言われていますが、私の電動自転車の速度とほとんど変わらないんだよなぁと、このスピード感たまりませんね。こんな風に民家の間を縫うようにして走る電車は江ノ電以外にあるんでしょうか。由比ヶ浜駅を通過していきます。こんな間近で運転手さんを拝めるとはありがたい。いつか江ノ電の運転席に乗るのが私の小さな夢です。さて話していたら終点の鎌倉駅に着きました。左のドアから降りていきましょう。団体の観光客の方が
今日は多くいますね。ゴールデンウィーク明けなのか、修学旅行生はさすがに少ないです。JR に乗るために JR 乗り換え改札を通過していきます。向かうは2番線。 JR に乗るのはなんだか久しぶりな気がします。多分前回乗ったのは10日以上前かもしれません。そして北鎌倉駅で降りるために一番逗子側の乗車位置へと向かっていきます。普通は改札口が駅の真ん中にあることが多いですが、なぜか逗子側のホームの端にある北鎌倉駅、下り電車が来ましたね。海外の方の中にはこの呼び方知らない人もいるかも。日本では起点から終点へ向かう電車を下り、終点から起点へ向かうのを上り電車と呼ぶことになっています。この起点と終点は鉄道を川のようにイメージすればわかりやすいかもしれません。川は高いところを起点として終点の河口へ向かって下っていくものです。そして起点はどこかというと、 JR では原則として東京駅に近い方が起点とするのが国鉄時代の慣例だそう。なので東京方面の電車を上り電車、反対方面の電車を下り電車と呼びます。あっという間に駅に着いてしまいましたね。西口改札から外に出たいと思います。改札を出たら左側にある東京寺に向かいます。このエリアは少し交通量は多いものの、緑がとても多いので歩いていて嫌な気分はしません。辺りを見渡したときに自然があるのかないのかは少なくとも私にとっては重要です。加えて言うなら、電車があるのかないのかも私にとって重要なこと。今何を待ってるかわかりますか？もちろん正解は電車です。このスポットはお気に入りの場所。アニメの雰囲気が最高です。さあ、旅を続けましょう。今日も鎌倉は平和です。駅で左に曲がってからしばらくまっすぐ歩いてきました。ここの信号を渡っていきたいと思います。信号変わるの早すぎない？ボタンを押した瞬間青になったので驚きました。ここが本日の
目的地がある場所、松江山統計総持禅寺。明治時代までは女性が夫との関係を解消するために駆け込んだ寺院として有名。今日はそんな東慶寺の階段の下に佇む喫茶吉野に行ってみたいと思います。グレーの瓦屋根にレンガの外壁を合わせた和洋折衷の造りは、北鎌倉で暮らした建設家半沢敏郎氏の設計によるもの。店内は落ち着いた雰囲気でありつつ、緑に囲まれて明るい。こちらがメニューです。何にしようか迷ってしまいますね。フルーツケーキのセットで、アメリカンでお願いします。フルーツケーキお好みでホイップクリームが添えることできるんです。ホイップクリームあります。フルーツケーキのセット1300円。一体どんなものが出てくるのか、とても楽しみです。お庭の様子です。こうして天気のいい日に自然を感じながらレトロな喫茶店で読書できるのは最高です。ちなみに今日読んでいる本は魂の伴侶という本。会計士時代の先輩が勧めてくれた本です。フルーツケーキセットが来ました。わー、美味しそう。コーヒーも熱々ですね。背景のたくさんの緑に白い器が引き立てられていますね。アメリカンのコーヒー、そしてフルーツケーキとホイップクリーム、小さなかぼちゃの種も。いざ実食。熱々で最高のコーヒーです。すっきりした苦味で香ばしさがありながら重すぎない。酸味は少なめです。おしぼりで手を拭いてからフルーツケーキをいただきます。中にはたくさんのドライフルーツが入っていそうですね。パク。むむむ。ちょっと複雑な味なので、少し脳内で整理が必要そうです。クリームトッピングで味変も楽しんでいきます。パクリ。実は気づいたことがあって、フルーツケーキってただ甘いケーキだと思っていたんですけど、このケーキは隠し味のスパイスがすごく美味しい。何が入っているかわかりませんが、ピリッとほのかにスパイスが感じられるのが嬉しい。予想外の味を楽しめました。読書をしていたら、なんとリスがやってきましたね。今彼は少し隠れていて見にくいかもしれませんが、見えますかね。
鳥のさえずりだけでなくリスも見ることができて嬉しいです。窓からの景色、今日も鎌倉は平和です。さて、気づいたら店内のお客さんは私一人に。店内の様子です。この昭和レトロな感じが最高。そういえば一つだけ注意点あります。それはキャッシュオンリーなこと。なのでこのお店に来るときは現金を持ってくるのを忘れないようにしましょう。さて、次にどこに行こう。当掲示に興味はありましたが、写真動画撮影 NG なので今日は諦めます。今日この後行く予定の場所はここから歩いて25分くらいのところ、鎌倉駅の方面に歩いていきます。この辺りは本当にたくさんの素晴らしい寺社があります。多分2週間くらいないとすべてを回るのは難しいでしょう。ここで初めて右折したいと思います。少し上り坂なんですが、頑張って歩いていきたいと思います。現在の時刻は1時。少しだけ暑いです。でも木々のトンネルのおかげで比較的涼しく過ごせています。風が気持ちいいです。そして見てください。木々の間の木漏れ日が美しい。あれ？ここを左折するべき？どうするべき？だけど右の方が良さそう。直感に従います。ようやく下り坂になりましたね。さて、ここは亀ヶ谷坂切通し。鎌倉は三方山に囲まれ、防御上非常に有利な地形をしていましたが、人や物資の行き来には不便であったため、山の稜線を切り開いて道を作ったそうです。これを切通しと呼びます。切通しは出入り口として交通上だけではなく戦略上重要な意味があったため、周辺には有力者の邸宅などが置かれていたそう。そして主なものを鎌倉七切通しというそうです。話していたらあっという間に扇ヶ谷にやってきました。このエリアはほとんど観光客がいません。おばあさんが植木を切っていますね。線路沿いを歩いていきます。ああ、今日も鎌倉は平和だな。後ろから現地の日本人女性が歩いてきました。冗談です。かくいう私も現地の
日本人女性の一人です。以前ポッドキャストで取り上げた海外志向の日本人女性って感じですね。冗談はさておき、右は北鎌倉方面、左は鎌倉方面、寿福寺踏切と言います。そう、今日これから向かいたい場所は寿福寺というお寺です。すでに先客がたくさんいますね。寿福寺です。さあ、中に入ってみましょう。と思ったら電車が来てしまった。さあ、電車を見送ったので早速中に入っていきましょう。立派な門構えですね。先に進む前にちょっとこのお寺の由緒を見ていきたいと思います。このお寺は鎌倉五山と呼ばれる5つのお寺のうち第3位のお寺と言われています。1200年、源頼朝の妻北条政子が栄西を招いて創建した寺で、13世紀後半になって禅宗の寺院となりました。栄西は2度も中国に渡った比叡山の高名な僧ですが、中国で学んだ禅を広めようとしたところ、天台宗の比叡山延暦寺から圧力を受け、59歳で鎌倉に来た栄西を源頼家や北条政子、その子源実朝は歓迎したそう。栄西は日本に茶の文化を広めたことでも有名で、栄西が書いた喫茶養生記という本が寺の宝になっています。また寺の奥には墓地があり、墓地の山側には櫓が2つ並び、一つは政子、一つはその子源実朝の墓だと言われています。そうなので、今日の目的地2つ目は北条政子のお墓です。竹林もありますね。すごく綺麗です。ジブリの世界のような道を進み続けたいと思います。実朝政子の墓は左に突き当たってから右に迂回してくださいと記載されていました。本当に美しい景色ですね。左にある笹の生垣も美しい。さて、実はこの寿福寺、検索すると候補に怖い
最悪と出てきます。その理由は、心霊体験や住職さんの対応が厳しいという口コミなど、実際の体験に基づくもの。でもお寺自体、本当に美しい場所だと思いました。ここに来るのは3回目くらいだけど、プライベートツアーで訪れる場所の一つにしてもいいかもしれませんね。たくさんお墓があります。さて、これから見に行くお墓の主である北条政子はどんな人だったかというと、頼朝の死後、鎌倉幕府を守るために努め、幕府を指揮して尼将軍と言われた人だと聞きます。伊豆の豪族の北条時政の娘として生まれた政子は、21歳の頃、父の反対を押し切って、伊豆に流されていた頼朝の妻になり、男の子2人、そして女の子2人を産んだそうです。お墓が見当たらないので、ネットで検索しています。もう少し先に進んだところにあるかもしれません。正直、夜に一人でここに来るのはちょっぴり怖いかもしれません。でも日中は緑が美しくてとても綺麗です。なんかありそうな気配ですね。あ、北条政子の字がありますね。櫓です。山腹を四角形にくり抜き、壁は垂直、床と天井は水平で、床面に納骨穴が掘られ、その上に五輪塔などの供養塔が安置されているとか。こちらは実朝のお墓ですね。さて皆さん、今日のツアーはどうでしたか？晴れの日こそ行きたい新緑の美しい場所、鎌倉の文化と歴史にも触れて、鎌倉の魅力がもっと伝わっていたら嬉しいです。今日も最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。